この動画のあらすじ。夜勤終わりに車中泊。初めて予約をした宿泊できる駐車場はすごく斜めでした。車は斜めだけど心はまっすぐ頑張ります。ご視聴ありがとうございます。おみつと申します。今日も夜勤終わりに車中泊に行ってきます。今回は静岡県の伊東の方へ遊びに行こうと思っていて、伊東にある宿泊利用可能な駐車場で車中泊します。なんて微妙な空模様。それでも仕事中は雨が降っていたので、なんとか曇りになってよかったです。夜中の2時からお昼の12時までお仕事をしてからの出発なので、安全運転で気をつけたいと思います。ちょっと渋滞にはまってしまって早くも疲れてしまったので休憩を取ります。道の駅伊豆のへそに到着しました。ここで甘いものを食べてエネルギーをチャージしようと思います。いちごといちご大福といちご味のバームクーヘンがつながった串を買ってきました。なかなかピントが合わないけど食べちゃう。すいません、いただきます。今年こそいちご狩りをしたいなーなんて思いながら一口でいちごを食べちゃいました。美味しい。もともと和菓子が大好きなんですが、春になるとより一層和菓子が食べたくなる、そんな感じがします。この串は大福が1個しかくっついてないんですが、全部大福でもいいっていうくらい大福が好き。めちゃくちゃもちもちしててとっても美味しいです。おかわりしたいところだけど、それは我慢して出発します。伊豆スカイラインを使って伊東に向かっています。道の隅っこにちょっとだけ雪が残ってたりして、なんかひんやりしていました。大室山が見えると伊東に来たなっていう感じがします。画面の中央に見える大きい山が大室山です。さあ、今日の車中泊スポットに到着しました。ちょっと駐車場が傾いていて扉を開けるのに一苦労っていう感じです。曇り空。ささっと車の中をお片付けします。キャンプ場や RV パークではなくて宿泊利用可能な駐車場なので、あんまり物音は立てないようにいつも以上に気をつけたいと思います。お外から見えないようにシェードをつけてカーテンをつけます。駐車場が斜めに傾いていて右側が下がっている感じで、カーテンを閉めようと思ってもじわじわ開いちゃいます。お尻が寒くならないように床にブランケットを引いておきます。そして DIY して作った折りたたみ式のテーブルを出します。足をはめるだけなのでとっても簡単です。カーテンはちょっぴり開いているのはとっても気になるので、後でテープで留めることにします。何かあった時のために養生テープはいつも車の中に入れているのでよかったです。
たくさん運転して疲れたので、とりあえずビールを一杯飲みたいと思います。今日のビールはノンアルコールのバドワイザー。ノンアルコールだけどグラスに注げばより一層本物のビール感が増すと思う。全然泡がなくて不満な顔になっちゃいました。最近アルコール飲みすぎてノンアルコールがすごく物足りなく感じちゃいます。これはお酒じゃないっていう顔。でも美味しいです。今は自由にお酒を飲んでいるんですが、またそのうち禁酒をしなければいけない時が来るので、その時辛くならないようにお酒はほどほどに楽しみたいと思います。それではお夕飯を作っていきます。正座。コンセントをぐさっと挿します。今日は電気調理でレコルトを使っていきます。コードをまとめたままコンセントを挿したけど、やっぱりちゃんとほどきます。この間コメントで血液型を聞かれたんですが、私は O 型です。今日はヘルシーにお野菜をたくさん食べます。愛用のオピネルでザクザク切っていきます。人参の皮は剥かない派です。ちょっと割れている人参だからって言って職場のパートさんがくれました。じゃがいもはピーラーで皮を剥いて使っていきます。ピーラーに皮が詰まってめちゃめちゃ剥きにくい。皮むきするの下手くそすぎる。2個目はなんだかうまく皮がむけているような気がして、ちらっとカメラ目線をするけど、やっぱり下手くそです。皮が手にくっついて皮に遊ばれちゃってる感じ。じゃがいもはしっかり火が通るようにちょっと薄めに切っていきます。よく見ると皮がしっかり剥けていないけど、そこはよく見ないでください。今日のお夕飯はヘルシーにお野菜と鶏肉の蒸し料理です。キャベツとじゃがいも、さつまいも、自分の好きなお野菜をたくさん持ってきました。今回は鶏もも肉は皮のついたまま使っていきます。玉ねぎ、パプリカ、人参、ブロッコリーも入れて蒸していきます。味付けするのを忘れてました。岩塩を振ります。これで OK。
蒸している間にさっき使ったオピネルやピーラーやまな板をアルコールティッシュで拭いていきます。ここでは洗わないで簡単に拭いてしっかり洗うのはお家でやります。だるまさんたちと蒸し上がるのをゆっくり待ちます。20分くらい経ちました。思ったより蓋が熱くてびっくり。お野菜のいい香り。鶏もも肉もしっかり中まで火が通りました。これで完成です。それではいただきます。さつまいも甘くてホクホクでとっても美味しいです。ノンアルビールもバッチリ合います。カーテンを留めていたテープが剥がれちゃいました。なんか心霊現象みたいで怖い。相変わらず口が大きい。食べ応えのあるブロッコリーでとっても美味しいです。最近ハマってるパプリカ。ごちそうさまでした。お野菜と鶏肉でお腹いっぱいになってヘルシーな感じで罪悪感もゼロ。ノンアルコールだけどビールも飲めたし楽しいお夕飯でした。残った汁はそこら辺には捨てないで、私がおトイレをする時に使っている凝固剤入蔵部の中に入れておきます。こぼさないで上手に入れれてよかったです。いらないお水や歯磨きをした時なんかはこうやってジップロックに入蔵部を入れて使っています。それではそろそろ寝る準備をします。とても雑な人間です。フューチャーフォックスのエアマットを使います。なんだか最近寝相が悪くてエアマットからはみ出してしまうので、もうちょっと大きいエアマットに変えようかなと悩んでいます。くるくるを緩めれば勝手に空気が入るのでエアマットはとっても便利です。そして寝袋をお布団みたいに上からかけて寝ます。この時は結構暖かくて車の中もポカポカしていたので、真冬の時のような防寒対策はやらないでもちゃんとゆっくり眠れました。それではおやすみなさい。そして朝になりました。おはようございます。窓がびしょびしょ。びしょびしょな窓を拭くのが結構楽しみだったりします。とりあえず朝ごはんは食べないでささっとお片付けをして朝のお散歩に行きたいと思います。早くお散歩行きたいと思ってなんか慌てちゃってエアマットの丸め方がいつもより雑です。しっかり空気抜けなかったけど
気にしない。寝起きの運転気をつけて出発します。カードを確認しました。有効期限2000。朝焼けがとっても綺麗で運転しててとっても楽しいです。運転中に河津桜も咲いているところがあって春を感じてほっこりします。せっかく伊東に来たので朝の海をお散歩しに行ってきます。鳥のさえずりが最高。朝の海、ちょっとお天気心配だったんだけどすごく綺麗な朝の海を見ることができて嬉しかったです。めちゃめちゃ揺れている船、何か漁をしているような感じで気になる。階段を降りるのがとても下手くそ。吊り橋の上から見る景色もとっても素敵でした。意外と揺れるのでちょっと怖いです。この大自然、いつかこういうところに住みたいなって最近思ってます。岩の上に住みたいわけじゃないです。朝日をいっぱい浴びながらお散歩をしてすごいリフレッシュした気持ちになりました。それではこれから朝ごはんを食べに行きたいと思います。本当は車の中で食べる予定だったんですが、せっかく伊東まで来たので気になっていたところに行ってみようと思います。大室山、おはよう。冬から春に変わる瞬間、とってもドキドキしてふわふわした不思議な気持ちになります。カモ、黒ガモ、一匹子、カモが気持ちよさそうに泳いでいると思ったらすごい勢いで走っててびっくりしました。カモかわいすぎる。鯉もたくさん泳いでました。すごく大きくて迫力のある鯉たち。餌もあげられるみたいだったけどちょっと今回はあげませんでした。ごめんね。湖に反射する世界がとっても綺麗だなぁと思ってなんだかずっと見てられそうな感じです。
一匹湖のすぐそばにあるカフェで朝ごはんをいただきます。コーヒーがホッとする味で美味しい。イングリッシュマフィンとオムレツとベーコンが乗ったモーニングプレートいただきます。優しい味のオムレツ、多分マヨネーズかな。バターとマヨネーズでカリカリでジュワジュワでとっても美味しいイングリッシュマフィンでした。鳥のさえずりを聞きながら朝ごはんを食べれてとっても幸せです。美味しかった。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。もう春だなぁなんて感じるんですが、まだまだ寒暖差がありそうなので、皆様も風邪などひかないように元気いっぱいに春を迎えましょう。ポカポカでワクワクする楽しい季節が始まりますね。この動画が良かったなって思う方はぜひ高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。恋とかも